ワンインチチャンネルステップバイステップ、はい、始まりましたけれども、はい、はい、北川先生の、はい、道場に来させていただいてるんですけど、はい、この後ろの方があれですよね、システマの創設者。そう、はい、ミカエル・リャブコですね。リャブコさん、はい、この方が作ったってことですよね。そう、この人が作ったの。この人が作ったんですよ。もともとミカエルの家に、武術っぽいのが伝わってたわけ。家系的に、はい。だから専属かわかんないけど、その武術もやってる家で、で、だからお父さんがスターリンのボディーガードやってたって人で、その人に習ったっていう。へー。それは軍事的なそのシステマっていうのはもう01で作られた、なんかその家系に一子相伝みたいなのが続いてて、それをシステマにしたってことなんですか？そうですね。だからもともと一子相伝かわかんないけど、一子相伝的なのがあって、でただそれ昔のやつだから、現代の軍隊だったりとか、現代人にちゃんと使えるように新しいそのミカエルが戦場とか、他の同僚とかいろんなすごい人たちから習ったのも取り入れて、で作ったってのが、それでスタイルとして形にしていった。そうですね。そのルーツはそのジークプロだったらフェンシングとボクシングかとかあるんですけど、そのシステマっていうのはなんかルーツはあったりするんですか？いい質問。いい質問。素晴らしいですね、ゆきおさんなんか。よかった。ロシアほぐれました。あなたそんなに受けてない。もうほぐれました。やっぱり。ロシア古武術があって、でそれもやっぱ家によってね、なんかいろんなのあったらしいんですよ。だからもともとリャブコっていう名字が、コで割る名字っていうのはどっちかっていうとウクライナとかそっちの方なんですよ。ああ、そうなんですね。なんとか F とかなんとかスキーっていうのはどっちかっていうとロシアで、でなんだろう、いろいろコドあるんですよ。ティモシェンコとかああいうのとか、そうみんなウクライナ系で、そのコサックっていうのがそっちのウクライナの方に結構いたんです。でコサックっていうのが戦闘集団である意味、昔の、でいろんなところから流れてきた人たちが自分たちで生活をしていくために、ある意味傭兵的な感じで、いろんなところから雇われて戦うっていう仕事をしてて、でその子孫。現実に僕はお会いしたことないんですけど、亡くなられたのは去年そうですよね。去年の4月、最近の話ですね。どういう方やったんですか？いや、ミカエルはね、ものすごい人間臭いっていうかね、だからすごい武道の達人ってなると、なんかすごい威厳のあって、こうすごい正しいっていうか、そういう感じあるじゃないですか。イメージね。全くそういうんじゃないですよ。普通のそう普通のっていうか、本当普通以上に普通のおっちゃんなんですよ。だからなんか嫌なことあると普通にイライラしたりもするし、ミカエルこういうことでイラつくんだとかシステマ。そうなんかお父さんみたいな感じだったんですよね。もう本当お父さんみたいな感じで、すごい素敵ですよね。すごい相談乗ってくれたりとか、面倒見てくれたりとか。初めてお会いしたのは北川先生が何歳の時だったんですか？2006年だから、だから30になるかならないかぐらいの年。でも昔はやっぱこう伝説みたいなのあるんですか？そのわからないですけど、バーとかで6人ぐらいぶっ倒したとかそういう逸話的なね、なんかその軍人として武器ないのに一つの村吹っ飛ばしたとかそういうのあったりするんですか？いや、だからいっぱいあってだからその話聞いてるとなんとなくしれっと話してんだけど、これ絶対何人も死んでるよなみたいな、そういう話結構怖い。どういう戦いの時のとか？そうね、だから例えば、昔、ソ連が崩壊する時っていうのは、いろんなところで独立運動があって、だからソ連の中で内乱って扱いになるから、でミカエルがいたのは内乱を鎮圧する部隊だった。だから大忙しでアフガニスタンとかにも行ってるらしいんだけど、でそのうちの1個でもういろんなところで内乱起きてたから、でどこそこに出動なんつってみんなで飛行機に乗って行くじゃない。でそしたらなんかパイロットが
なんか聞き間違えたかなんかでその似た名前の別の町の空港に行ってたの。はいはいはい。で間違えちゃったよっつって、そうしたらたまたまそこでハイジャックやってるやつがいてそうそれ三上先生が乗ってるそう乗ってるやつ飛行機飛行機のいた空港だから別の飛行機をジャックしてるやつがいて、ちょうどいいところに来たみたいな感じで、ちょっと今ハイジャックやられちゃってるから、助けてみたいな感じで、で急遽その場で鎮圧することになって、うまくいったんだけどねみたいな話ででどうやったんですかって聞いたら「いや簡単だよ」っつって「パイロット席に立てこもってるだろ」っつって、でそこに手榴弾ポイって入れて蓋閉めれば終わるんだ絶対死にます無事ではない。いや交渉なしこういうのでこういうのなしやってるかもしれないそのお母さんがみたいなそのなしお母さん一回それ入れてからねいやだってロシア人に射撃習った時ってのはひどくて、アメリカのちゃんとしたやつを僕受けたことあるんですけども、そっちはちゃんと一旦相手に向けてこうやって向けてね、でそれで威嚇してフリーズだホールドアップって言って、でそれでからしょうがなかったら撃つってやつじゃないですか、これさせてからそうこれさせてから、でだけどロシアで同じようなこと習った時にまず撃てとまず撃つんだ。まず撃ってホールドアップとかの前になんか動いてたら撃てっつってでもミカエルさんはそれはだって軍人のそのトップだったってことですよね、特殊部隊の。トップにはまたその一番上の人がいたんですけども、だけどその部隊のそのトップの人のその片腕みたいな。それはもちろんそのピストルとかの使い方とかも、もうもちろんそりゃだからミカエルが得意だったのが銃のカスタマイズがすごい得意で、バネ交換したりとかあれこれやって、なんか知んないけど飛距離を伸ばすっていうことがめちゃくちゃ得意だったらしくて、だから同僚がみんなミカエルのとこにピストル持ってきて、ちょっと俺のも改造してよってピストルを違法改造してたんですか。チューンアップ。でもその戦いとか、その武器なしのそのあるじゃないですか、その戦い普通の強いんですか、ストリートファイトじゃないですけど、やっぱりはねもう軍隊だったりすると新兵いじめってあるじゃないですか。私書いて新兵がねいじめられるっていう。ミカエルが軍隊入ったのは15歳の時なんですけど、そんな早いですね。だからその軍隊に入ってでその寮に入るんですね、みんなね。でそうすると上級生がなんか下級生に対していろんなひどいことしてくると、でミカエルがもう頭にきて、それ上級生に喧嘩売ってで歯向かってきたやつを全員窓から捨てたっていうのがあってそうだな簡単ちゃうねんからお菓子とかちゃうねんから窓から捨てたって2階だから大丈夫だっていうそれから平和になったっつって。めちゃくちゃでも体も大きい方でしたよね。でも身長は僕ぐらいだから。あ、そうなんですか。やっぱそのストライクは半端ないんですか、威力。いやひどいですよ、ひどいもんですよ。もう加減してても吹っ飛ぶから、打撃とかでも、いやそうでしょうね。なんか SNS とかでリアンコ先生がなんかすごい神業みたいなやってる動画あるじゃないですか。ああいうのも全部経験されたことあるんですか。全部受けてます。じゃあ実際にそういうああいう感じなんですか。なるし、あとはあの手のやつはミカエルがやるとある意味マッサージみたいなもんだから、緊張してるところを緩めにくるんですよ。それで立ってられなくなるっていうのが基本的な原理だから、だからあれ崩してるように見えて実はマッサージ的な緊張を緩めてくれてるから。大きされて倒れてるっていうよりかはってことですか。そうだからみんな癒されて倒れる。だからそうするとだんだん受けるのが気持ちよくなってきて。ああなるほどね、その反射なんですね。そうだからミカエルのね戦場の話だったりするとなんか結構本当にエグい話からそれとか笑っちゃう話も結構あって、一個面白かったのがテロリストが、アパートに潜伏していると。でそこを襲撃するっていう話になって、で、この部屋にいるっていうのが分かって、でそこに乗り込んでいってで開けろっつっても開けないじゃないですか。だからそう爆弾仕掛けて開けようっつってで開けるために爆弾仕掛けてでそれセットして離れていくと。で
バーンと爆発すると、そのテロリストの部屋のドアが頑丈すぎて他の部屋のドアが全部吹っ飛んだっていうそんな失敗談も結構あるわ。もう嘘みたいなエピソードばっかというか、たまにね変なことやるんですよ。超常現象的なことはたまにやるんですけども、ミカエルとダニールが、一緒になってナイフの、使い方を教えてくれるっていう時に、ダニールが結構悪ふざけして指がねパックリ切れたんですよ。ここのとこザクって、ちょうど剣のところが切れて、でミカエルのその腕前がねすごいからこのぐらいの浅い傷で済んだっつって、でダニールがそれを見せてきたんですね。それオンラインだったんですけど、2年くらい前だから、でパックリ切れてるんですよ。めっちゃ切れてるわみたいな。要は本物のナイフでやってたからそれが。でそれでそのオンラインクラスやってちょっと休憩挟んで、その後になってくるとそのダニエルが「おい」みたいな「ちょっとみんな見てくれよ」っつって、傷が完璧に塞がってるんですよ。なんで？そのミカエルがこうやってナイフをあてがって、そのナイフによってその恐怖心が入っちゃったから傷が開いてるんであって、その恐怖心を取り除けば傷は塞がるんだっつって、ナイフをあてがってなんかやったらしい。それで恐怖心を取ったらしい。そしたらそう傷が塞がってる。何それ？超常現象みたいな。でもそういうことができた方だったんですね。そうなんかね、そう変な話レベルはすごいよ。よくわかんない。完全レジェンドですよね。ほんまに。お話はつきませんね。そうですね。つかないですね。これからもその先生の教えを胸に、そうですね。北川先生は刻んで。こんなの来てますけど。怒られないですか？大丈夫ですか？わかんない。でもこの毎日システマのこの日めくりカレンダーの中に書いてある言葉も結構ミカエルからもらったのもいっぱいあそうなんですね。そうここ3人プッシュアップしてますからね。南川さんと松竹のね。でもちょっとまたシステマってもうなんかめっちゃ興味あるんで、また来させていただいて、いろいろ教えていただきたいです。貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。教えてください。ありがとうございます。こっち側が開くので、ここに入れてください。